ミミックの YouTube、今回はちょっといつもの、雑誌の連載とは違って、90年に、公開されたオクトパスアーミー渋谷で会いたいというような、映画があったんですけど、こちらをちょっと振り返るっていうようなことをやっていきたいと思います。で、オクトパスアーミー渋谷で会いたいというような、題名の映画なんです。これは90年に公開された映画となっていて、渋谷の街に生きる若者たちの青春群像劇。この映画、東闇久さんが主演を務めているんですけども、それが、オクトパスアーミー、福谷さんがあったんですけど、そこにあるスケボーチームの元エーススケーターというところで、いろんなスケーターが出てくるっていうような映画になっていまして、音楽はフリッパーズだったりとか、当時、あの時のストリートを過ごした人たちというのは、結構、見た人も多いんじゃないかなと思っていまして、ちょっとこれ、ウィキペディアから持ってきたものなので分かりづらいんですけど、こっちが、ですね、これは、オクトパスアーミー渋谷大体のレンタルビデオが開始されるときに配られた、フライヤーみたいなものになっているんですけど、どんなストーリーかって言いますと、8月31日、夏休み最後の夜、渋谷でバイトを終えた主人公とその友達なんですけど、渋谷の街に繰り出したと。ユータはその日、アイスクリームショップで初めて一目惚れした女の子、マリーを探し、至るはひょんなことから謎の美少女、陽子と行動することに。一方、ユータが以前に所属したスケボー軍団オクトパスアーミーはリーダーのナオトの画策でかねてからのライバル、ティラノザウルスと対決することになると。この決着はどうなるのか、そして気になる2組の恋の行方は、みたいな形で書いてあるんです。渋谷の街を舞台に恋愛だとか、喧嘩だとか、そういったものを描いた。で、これは VHS で出ていたものなので、DVD とかになっていないので、今見るっていうことができないものだったりするんですけど、後で紹介していくことになるんですけど、いろんなスケーターの人とかが出ているようなものになりますというところで、ここからは、じゃあ、そのフライヤーに、中面に載っている渋谷の街をガイドするようなスポットが載っているんですけど、これ、当時の本当にこういうあったお店が書かれてるんですか？そう。渋谷に行ったら、ここを要チェックっていうところで、ショップガイドになってる。まさに雑誌とかが昔やってたような。そうだね。で、そこを、映画で使ってる写真も、映画で舞台になった写真も載っているってものになるかな。オクトパスアーミーってこんなとこあったの？西武デパートの先のとこってことですね、これ。宇田川交スペイン番。坂じゃない？スペイン坂。スペイン坂なんですね。うん。宇田川交番の近くでしょ？ぽいですよね、この地図を見ると。けど、スペイン坂、要は、スペイン坂の入り口のあたりってことですよね。そうそうそう。なんか映画だとファイヤー通りのお店とかも出てましたよね、初めの。座ってたね。そうだ座ってましたよね。ね。なんか言われてみたらあったような気がしますね。結構。その後もしばらくいや、結構あったよ。ありましたよね。なんか、うんそう言われてみれば。ちょっと前に中野のオクトパスアーミーが結構、あったね。あるね。あれが最後だったんですか？都内の。あれそうかもね。あれ、野田さんか富山さんかそう言ってませんでしたっけ？なんか。商店街の。そうです。結構最近まであったよね。そうなんですよ。あれがついに。なくなったの？あれ、なくなって、確かもうないですね。そうなんだ。オクトパスアーミー、本当なんだろう、軽井沢とかにもあったし、手軽になんかトレンドと触れられるお店っていうことでね、地方にもあった。そうだね。そうだね。入門ショップってそうです、入門ショップですよね。うん。でも本当あれだよね。映画中ってそういうトレンドだったんだろうなってお店が。そうですよね。なんかそういう。ここに出てる、アンドミラーズとか、31とかも出てます。そう、31もそうだし、多分このティップネスみたいな、そのジムみたいなものも。出てましたね、逃げ込むところであったけど、なんか、多分ジムとか、ああいうのも新しかった。多分アメリカで80年代後半とかエアロビクスとか流行って。リーボックのね。そうです、ああいう。そう、あとこういうスタジオ V だっけこれ。床屋さん、美容室。でもあれ、車とかもそうですよね、きっとなんか。そう。これ、マウンテンバイクみたいなの乗ってたりとか、いろんなトレンド、SUV、4WD の。そうです、出てましたよね。とか、もういろんなトレンドをごっちゃとにかく詰め込みましたっていう感じはするよね。その一つにスケボーがあんだけ取り上げられてるってことは、その勢いがあったってことですよね、当時。トレンドとしてっていうか、
まあ、こんな渋谷としてはこんな時代でしたっていうところですね。はい。でこっからは、まあ、これをやるにあたってみんな一回見直してもらって、今見るとやっぱここが注目だよね、みたいなところを各人が紹介していくっていうようなことをしていきたいなと思うんですけど、まずはじゃあ全体感っていうところでいくと、僕の方からこの映画の注目点っていうところを紹介していきたいなと思うんですけど、はい。僕は、まあ完全にこれ、見たことある人ならお気づきかなと思うんですけど、まあ、和製はアメリカングラフィティですよねと。で、アメリカングラフィティは、まあ、1973年に公開された、まあ、ジョージ・ルーカスが監督の映画ですと。で、これは1962年のカリフォルニアの田舎町を舞台にした一夜の物語っていうところで、まず大前提として、こういう青春ものっていうのは、この一夜の物語っていうのフォーマットがあるかなと思っていて、アメリカングラフィティに始まり、まあ、オクトパスアーミーもそうですと。で、キッズとかも、まあ、その夜から夜明けまでを描くみたいのが一つ青春映画のフォーマットとしてあるのかなと思ってるんだけど、ここに今、8個の類似点載っけていますと。という感じで、まあ、両方ともそういうふうに、まあ、これは夏休み最後の一日を描いてて、アメリカングラフィティに関しては、高校卒業して、まあ、大学に行く前の一日を書いた、一日って言っても夜ぐらいからなんだけど、書いた、話ですと。で、一緒に出てくる、まあ、準主役みたいな人が、まあ、ベスパに乗って、まあ、この、もう露骨に服の色も同じだよね、みたいな。で、たまり場が、まあ、31がドライブインなのか、みたいな形で、まあ、ちょっとこういう。で、BGM の流し方が特徴かなと思っていて、両方ともこうなんか BGM が普通に流れるっていうか、こう車とかのこうラジオから流れるっていう演出がされているんだけど、あれは完全にグラフィティ、アメリカングラフィティでやってる手法をそのまま使ってるなとよく気づきましたね、こんなことに。思いますと。もうなんか、あまりにも演出似てるじゃん。似ててさ。そうそうそうあ、そうなんですね。うん。で、まあなんか、一目惚れして、その人を一晩中探し回るっていう物語の大筋のところの流れも一緒ですと。かつ、主役は一目惚れして、誰かそのマドンナ探し回るっていうフォーマットで、その横っ面に友達は、なんか街中を走っていると、いきなり女の子が乱入してきて、後ろに乗ってくるみたいなっていうのは、ここも全く一緒の流れかなと思っていて、まあ最後、夜明けの時に路上でレースするっていうのも同じですと。で、まあ、当然途中にこういうチーム、ティラノザウルスみたいなのとか、アメリカングラフィティでいくと、ファラオダンみたいな形でチームが出てくるみたいなところで、かなりのまあ類似点が多く、物語のあらすじとしてもかなりもう結構ほぼ一緒の、物語っていうことで、完全にこれはアメリカングラフィティを意識し、日本版のアメリカングラフィティっていうことで作ったのかなと思われますというところですと。じゃあ、次は、柳の注目点。はい。はい。そうです。まあ僕はちょっとその、なんでしょう、ストーリーとか、さすがにちょっとやっぱり今見ると少し、なんて言うんでしょう、こう、古いというか、そういうのがあったので、やっぱり気になったっていうか、目についたのはやっぱスケーターが出てるっていうところなんですけど、出演しているその、なんでしょう、オクトパスアーミーとそのティラノサウルスのそれぞれのそのトップを張っているスケーターがヨッピーさん、うんまあ、もうご存知、江川さんと、あと、河村聡さんっていう、もうこれ当時のなんて言うんでしょう、こう、トッププロといいますか、ともに、多分当時なんでストーミーのライダーだったと思うんですけど、うんリアルな、シーンのリアルな人が出てるっていうのが、見どころなのかなと。でなかなか河村聡さんとか、その、ヨッピーさんのその、滑りってそんなにやっぱ見れる機会ないと思うんで、今みたいにこうスケートビデオをガンガン回すような時代ではなかったんで、そんなに残ってないと思うんですよね、その記録が。もちろん写真とかだったら当時の有名なスケートカメラマンの人が撮った写真集とかで見れると思うんですけど、こういう映画でそれを見れるっていうのが面白いなっていうふうに思うんですけど、一人気になったのが、この、左下のこの真ん中で
緑色の、蛍光の緑色の T シャツ着てる人、これ、小沢明さんじゃないかなっていうふうに思っていて、これアップないですもんね。ないな。これアップさせると、そう、明さんにすごいそっくりなんですよね、顔。いや、けどこれ確かじゃないんで、ちょっと似てるなっていうところと。じゃあ、まあヨッピーさんと敵味方に分かれてって感じなんだね。そうだからそれがまあ、それで言うと、まあ、リアルな話で言うと、川村さんとヨッピーさんはストーミーで、もしこれが小沢明さんだとしたら、これマックスモーションなんだよ、明さんは。うん。結構本当リアルにちょっと対立はしてないんですけど、やっぱちょっとストーミーがその、なんていうんですか、そのメイン的なポジションにいると、やっぱちょっとマックスモーションとかは少しなんていうんでしょう、こうカウンター的にうん。いた、まあ僕の中ではですね、なんかそういうイメージあるんで、なんか、それもまた面白いなっていうふうに思いましたね。なるほど。で、実際にこうスケボーしてるんですけど、やっぱり、河村聡さんってやっぱオーリーっていうトリックあるじゃないですか、こう。うんあれが、やっぱ河村さんってすごいって言われてたんですけど、まあ僕がもうちょっとそういう仕事するようになった時には、もう河村さん、もうレジェンドとしても、シーンにはいらっしゃらなかったんで、ちょっとあれだ、リアルに見たことはないんですけど、やっぱこう映画を見てると、オーリーがめちゃくちゃ高くて、これはまあランプからこう飛び出して、こうフロントサイドオーリー、ランプからランプへこうトランスファーしてるオーリー、でもこれでも高いんですけど、フラットで、平らな地面から高くオーリー飛ぶ、出るのが、本当にこの時代のデッキってもう今の数倍重いデッキですし、そんなバンバン飛べるようなデッキじゃないんですけど、めちゃめちゃ高いオーリーしてるんで、すごいなっていうふうに。はいまあ、それもやっぱこう、まあそんなに分数はないですけど、うんうんうん。当時のプロたちのその滑りが見えるっていうのは見どころかなと。まあ一番最初のあれだよね、なんかデッキのアップの時とかもなんかトラックにストーミーのそうなんですよ。ストーミーの写真とかがステッカー貼ってあったんで、まあ、そういうとこでも最後のエンドロールのところで、ストーミーのクレジットがないんだよね。そうなんですね。うん撮影能力みたいなのなかったんですよね。うん。ストーミーはないんだけど、アークティーズはあったのよ。うん、入ってた、入ってた。ストーミーの結構ステッカーは、いや、バンバン出てくるよ。ですよね、出てますよね。というところですかね。うん。だから長嶋渉さん、あと大根さん。もう出てるんですか？いや、だってもうこの、柳の注目点のところの左下、はいはい、はい。 4分割の。はいはい。これ多分一番右が長嶋渉氏で、そうなんですね。うん。で、この、明さんとされてる人物の左側が大根さんだよ。そうなんですか、これ。うん。この上段の左側に見切れてる河村聡さんの奥に、黄色い。黒いキャップのはいはい。上段の左。こっちですね。これ見るとよくわかるでしょ。これ確かに大根さんっぽいですね、言われてみれば。でね、クレジットにも多分、渡さんと大根さんは入ってたね。なるほど。うん。だから多分、明さんなんじゃないかな、これは。じゃあもうますます、あれですね。後のオウンのお二人ですね。うん。で、クレジットにね、確かね、G ボーイズも書いてあった、ね。東京 G ボーイズですか？うん。で、大根さんとかさ。そうですね。渡さん、そうですね。うん。確実にそうだと思う。クリリンもいるんですよね。そうなんですか？それが俺が注目点のところの、はいはいはい。俺に移っていいのかな、これは。はい。そろそろ。移りましょうか。まず、今の流れからクリリンさんってもう大阪のレジェンドスケータいますね。一発でわかりますね、俺でも。本当だ、本当だ。ー。で、クリリンさんはオクトパスチーム。で、ヨッピーさんの左にいるのがクリリンさん。西と東の大物が。そうですね。そう、この東西の、このカットはいいですね。そう、このカットは一番名シーンじゃないの。この、ティラノのところに乗り込む前の、この武装した最後の。オクトパスチームね。そう。で、結構、やっぱり目立つというか当たり前ではあるんだけど、それぞれ、出演してる
スケーターとか、スケーターというか、まあ、オクトパスなり、ティラノなり、チームの子たちの T シャツがすごく、ストリートを象徴しているというか、まあ、スケーターを象徴しているようなものが多くて、で、まずヨッピーさんはジミーズの T シャツ。うんうんうん。で、この左にいるクリリンさんは H ストリート。うんうんこれ、胸に、本人 H ストリートのライダーでしたもんね。そう、まさに。だから多分、衣装というよりはおそらく、私物というか、が多分盛り込まれてるんじゃないかっていうところ。で、この、右下のこのティラノのバッジがついてて、上にこのアルバの T シャツ。これは、河村聡さんの、着てた T シャツ。そういえばなんか、河村さん、あればついてたような気が。うん。なんか日本で復活したやつの時、そうなんかちょっとなんか話出てたな。そう。で、そのアルバの奥に見切れてる T シャツがドッグタウンだったりとかするんで、うんあれ、大滝さんとかも働いてた、あれですよね。そう。で、さらに、この上の上の段のヨッピーさんと一緒に話してる、まあちょっと一番、こう、相棒に近いような感じの人が、この着てるバックプリントのやつでわかるのが、これバッドボーイっていう、ちょっとサーフ系の、で、これライフサビーチのラインにあったキャラクターなんだよね。で、これはね、後々というか、まあ、これライセンスかなんかで、結構見たことあるロゴっていうかキャラクターなので、多分、バッドボーイクラブとかで検索すると、この顔が出てくるんで、80年代サーフ系の、あれだったね。ブランドだったね。これあれですよね、なんかムキムキのそう、ごっつい感じの。ロゴに、うんオチに変わりますよね。うん。そう。っていうように、結構リアルスケーターのリアルな格好っていうのがちゃんと出てきてるのも面白いかなっていう感じがしていて。で、やっぱり90年上映っていう、90年上映だよね。そうです。っていうところからすると、やっぱり80年代のスケートっていうところがまだ残ってるのが面白いかなっていうところでもあるね。結構サーフ、ジミーズもそうだし、ライフサビーチもそうだし、結構ストリートとサーフの間みたいな転換期を引きずってるような感じのラインナップだね。うんうんうんで、この後におそらく今 HFA 順立ててやっている、ように、この91年以降がワールドインダストリーとかリアルとか、その辺が出てくるところなので、そのちょっと前だよね。うんそうですね。秋山さんは、オクトパスアーミーの近所にある、昔、すごい流行ったプールバーって言われてた、バーの、店長さんで、東幹久の先輩みたいなところでっていう、そうですね。カメオ出演があって、で、ちょっと話したりとかもするようなうん感じで。で、多分クレジットでね、秋山さん、やっぱりこう、スケートボードの指導というか、みたいなので入ってるんだよね。で、あとは、まあ、小ネタというか、一番の見せ場、さっき言ってた、オクトパスがティラノに乗り込むっていうところなんだけど、このティラノのアジトとされてるところが地下駐車場で、で、その地下駐車場に、スケボーと BMX で、オクトパスが入っていくんだけど、このシーンが、ポリスアカデミー4っていうアメリカの映画で、トニー・ホークとか出てた時のあれですか。そう。であー、
ポリアカの4っていうのは、ボーンズブリゲートチームが、スケボー少年たち、スケボー軍団みたいなところで、で、登場するんだけど、うんキャバレロとか、キャバレロとトニーホークと、あとランスマウンテンと、うん。数名、こうスケボーするシーンがあるんだけど、もうそのシーンがもうこう見てわかる通り、このね、下段なんだけど、もう完全に、下はポリスアカデミーのキャプチャーなんですか？そああ。う、もう完全に一緒なのが分かって、で、やっぱり、これね、ポリアカの4っていうのが87年の上映、公開なのかな、確か。なので、ちょっと後に、こう、オクトパスアーミーでここに出てくるっていうのと、あとはこの本物のスケーターを起用してるっていう時点で、結構もうこれ影響はでかかったんじゃないかっていうところ、ポリスアカデミー4の。これ映画の取り込み方には参考にしたのかもしれないですよね。やっいや、本当に、だからアメグラオマージュだけど、やっぱりこの渋谷のこうストリートの若者っていう風に置き換えなきゃいけないわけで、当時の80年代後半の。っていうことは、やっぱりスケートボーダーとかも、出てくるでしょうっていうので、構想自体を、要はスケートチームにしようっていうところだったんじゃないのかなっていう。オープニングあれすごいかっこいいなと思ったんですけど、ウィールの音がぐる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 ってずっと回っ要は映像、その映像はないんですけど、音だけがそういうの入ってて、それってなんかスケボーのビデオとかで後にこう、かっこいいその BGM の使い方として、そのオープニングでなんか、映像はないんだけど、そのスケボーしてる音が流れるみたいなのあるんですけど、それをなんかすごい先取っててすごいなと思って。シャーっていう。そうそう、そうです、そうです。これ、台本にも書いてあるの。あ、そう、音を入れるみたいな。1スクリーンの暗闇につって、雑音混じり途切れ途切れの声みたいな。そっちに行ったぞ、2人、いや3人気をつけろよって。それに答えてはっきりした声、了解了解。シャーという何かを路上を滑走する音が近づいてくるって書いてある。ああ、そうなんで、なんたらなんたらプレゼンツのクレジット。ますます近づいてくる滑走音が書いてあるよ。です。やっぱりスケボーってなんかその一般の人たちにこう、うまくこう魅力伝えるので、例えばこうプッシュしてる後ろ足の姿とか、なんかいくつかなんかこう、わかりやすいなんか使い方ってあるんですけど、やっぱ音、あの音ってすごい独特じゃないですか。ガラガラガラとか。で、デッキをポンって弾いた時にカーンってなるあの音とかってすごい、やっぱ特徴的なんで、あれって使われること多いんですけど、やっぱ秋山さんとかがその、監修に関わってるだけあって、これちょっと多分効果的だよって言ったのかどうかわかんないですけど、そういうのをちゃんと入れてるところがすごいなと。そうだね。だからスケボーシーンの映像とかは本当になんか、ちゃんとしてるというか。そうですよね。なんていうかその、ちゃんと飛んでるところとかもしっかり見れるし。そう。あともう一個の小ネタとしては、やっぱり T シャツと、スケーターといえばやっぱり足元なので、スニーカーっていうところが気になるところではあったんだけど、やっぱり、まだまだこの当時って、T シャツ同様に、スニーカーの方も結構白ベースというか、やっぱちょっと運動グッズチックなものが多いんだよね。で、この割とこう露出が多かったのが、このコンバースと、あとこれ、ヨッピーさんはナイキ、黒いナイキ。これって前、藤原宏さんが履いてる靴何なんだみたいな話になった時に履いてたあれかなって思ったんですけど、あ、ですよね。思いました。そうっていうのを履いてて、やっぱりこの白ベースのスニーカーだったところ、中心だったのが伺える当時、この黒いスニーカー、黒いナイキのスニーカーって結構目立つなっていうのが見てて思ったね。確かにちょっと白よりか黒の方がかっこいいってとこあるじゃないですか、見た目が。やっぱりね、それが、ヨッピーさんならではのセンスですよね。そう。なんかやっぱファッションセンス的な部分っていうのは、すごい高い。この黒いナイキのスニーカーに、で、ずっとデトロイトタイガースのキャップ、黒いキャップ被ってんだけど、
これもだからオールドイングリッシュの D マーク、D ロゴっていうのがすごい目立ってかっこよかった。だ当時あんまりこういうキャップ、ね、ベースボールキャップっていうのも割と少なかったと思うんだよね。そのアメリカの方のね。一応、あれですかね、ガスボーイズが90、まさに91ぐらいかな、の時に、ベースボールキャップかぶってる、街中でベースボールキャップかぶってるやつが変なやつって見られてたって言ってましたからね。でしょ？うん、本当にね、なくて、だから、要するに、野球帽って言われてる、野球帽だからさ、結局。だから何なのっていう感じではあるぐらいの時代だったからね。へえ、あ、ファッションアイテムとして市民権はないかったんですね。全く。まだ認知がされてないというか、普通の野球少年が被るのが、ベースボールキャップだからさ。ああ、野球の時被る帽子なんで被ってんのっていう世界ってことですね。そうっていう時代だったから、で、そんな中で、やっぱりこのね、やっぱ全部が珍しいんだよね。ジミーズの T シャツもさ、結構、多分これ結構珍しい T シャツなんじゃないかなと思うんだけどね。うんうんうん。で、もっと細かいこと言うと、ヨッピーさんに関して細かいこと言うと、ずっと、首から、こう、ラスタカラーの、ちっちゃい、袋、お守り袋みたいなやつを下げてるのよ。うん。うんうん。そう、これもね、結構何気におしゃれというか、その辺が、こう、オクトパスアーミー渋谷で会いたいって、こう、オクトパスアーミーっていうと、やっぱ、当時からあまりにもドメジャーすぎて、こういうリアルなスケーターの人たちで、しかもこの人たちっていうのが入ってくると、もうぐっとこう信頼度が上がるというか、その辺を見るだけでも面白い。だからストーリーは結構どうでもいいんだけど、多分俺はこういうところに注目するのが面白いんじゃないかと思いましたね。見れる機会があればいいですよね、これ。うんぜひ、何かで探していただいて見る機会があったら、非常に面白い、ある意味面白く見れるんじゃないかなとうん思いますので、個人的にはアメリカングラフィティを見た後見ていただけると楽しめるんじゃないかなと思っいや、てます。本当アメグラそのまんますぎて、でもそのまんまっていうか、やっぱ俺が一番面白かったのは31との対比だよね。この本場の方の、こう、デザインがもうすごすぎて。車とか、いちいち全部かっこいいです。まあ時代もあるはいね。時代とそのね、場所がもうすでに違くて、もうこっちがオリジナルだからすごいんだけど、うんでもこの31アイスクリームはすごいなぁ。そう。あと、ちょっと思ったのは渋谷の街って、これもうたっぷりこの映画でいろんな場所が見れるんだけど、基本的には今とあんまり変わってないなっていうのが、そうですね。そうなんですね。すごいそうですよね。なんかもう30年近く前なのに、意外と、これだなっていうのがわかるから。そうそう。どこ走ってるかとか、うんどこ行ったか全然わかりますよね。うん。なんかちょっと、なんとなく意味のない安心感というか、確かに。はあったかな。はい。そういったところも見て楽しんでいただければと思います。はい。はい。じゃあ、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。